この番組はスターピースカンパニーとウルク文化遺産保護財団の提供でお送りします。現像聖杯戦争によって引き起こされた異変のせいで、人類最古の英雄王ギルガメッシュが宝物庫の大事な鍵である王立剣バブイルを紛失してしまったらしい。その影響で現在王の財宝が大量に流出しているそうだ。今回の一手請求ではスポンサー様の探し物を全力でサポートしつつ、英雄王ギルガメッシュに迫っていこう。実は最近私のところにちょっと変わった依頼が、王の宝物庫から流出した財宝を全て探し出せという依頼があったんだ。ところが数が多すぎてどこから手をつけたものかさっぱりで、そこで今回は問題の分析にうってつけのゲスト、博識学会の学者レイショウ教授をお招きしたぞ。よろしく。聞けば教授も財宝を見つけたそうじゃないか。どれどれ、ブルワーか、トレーニング器具か、教授にぴったりだな。それで王の財宝を探し出すという難問に挑むにあたって何か良い方法はないだろうか。英雄王の失われた財宝を探すため、まずやるべきなのは探すよりも定義することだ。あの王が何を基準に価値を判断しているかが理解できないことには、紛失物リストの作成もままならない。なるほど。財宝を探すには彼にとっての財宝がどんなものかをはっきりさせる必要があるわけか。彼の答えは想像がつく。権力、秩序、何より王の一存。結局は気分次第。あの男が気に入ったものがすなわち財宝だ。財宝を探す前に王様について知っておく必要がありそうだな。ギルガメッシュは壊滅の運命を歩む雷属性のアタッカー。古来より君臨する王にとって戦いは長い人生の退屈しのぎに過ぎず、波の敵を消す程度は造作もない。彼が王の財宝を使う相手はそれにふさわしい強敵だけだ。通常攻撃を発動するとギルガメッシュは敵単体に一定量の雷属性ダメージを与える。戦闘スキルのゲートおや、ボタンが反応しない。戦闘スキルが発動できないぞ。王たる者が凡人に操られることを彼は許さないだろう。僕が知る多くの王の中でも彼はとりわけ傲慢だ。彼には凡人の誤算こそが最も貴重な変数であることなど決して理解できまい。強が乗った状態になるまでの間、ギルガメッシュはターンが回ってくると自動で通常攻撃を発動する。戦闘スキルを発動しないのは王が本気になっていないからだ。次の課題はいかにして彼をその気にさせるかだな。自身以外の味方が行動するたび、ギルガメッシュは自身の速度をアップさせる強を獲得し、一定量の強が溜まることで強が乗った状態に突入する。戦闘スキルだけを発動できるこの状態は戦闘終了まで継続し、戦闘スキルを発動した後溜まった強はクリアされるぞ。特定の奇跡覚醒後、味方が必殺技を発動するとギルガメッシュは強を獲得。必殺技を発動したのが自身以外の味方なら、ギルガメッシュは一定量の EP を回復する。王の強が乗ってようやく彼の戦闘スキルを拝めるというわけだ。戦闘スキルを発動するとギルガメッシュは指定した敵単体および隣接する敵に雷属性ダメージを与え、同時に王が認めるを獲得。一定ターンの間、自身が与えるダメージがターゲットの防御力を一定割合で無視するようになるぞ。王の財宝を使うのはふさわしいと認めた相手だけか。そして王の気迫を最大限に引き出すのはやはり必殺技エヌマエリッシュだ。必殺技を発動するとギルガメッシュは天地を切り裂く大海宝具を使って敵全体に雷属性ダメージを与える。また他の味方が必殺技を発動すると天賦の効果によって王が背負うを獲得。必殺技のダメージがアップするんだ。この効果は一定ターン継続するぞ。特定の奇跡覚醒後、ギルガメッシュは獲得した強の累計数に応じて会心ダメージがアップする。この効果には上限があるぞ。真剣勝負こそがカノーにとっては何よりの楽しみになるというわけだ。パーティーにセイバーとギルガメッシュがいれば、両者が累計で一定回数攻撃するごとに2人の連携追加攻撃が発動。敵全体に雷属性と風属性のダメージを与える。その後ギルガメッシュは一定数の強を獲得し、セイバーは EP を回復して次の必殺技のダメージがアップするんだ。連携？これじゃ巻き込み事故だ。2人は窮地の中だったんじゃないのか？窮地の中にもいろいろと形はあるだろう。秘技を発動するとギルガメッシュは特殊領域を展開する。
領域内の敵は王が許す状態となって行動が停止するぞ。この状態の敵を攻撃すると王が許す状態の敵を全て巻き込んで戦闘に突入し、敵全体に雷属性ダメージを与え票を獲得するんだ。彼にとって許しとは寛容ではなく支配の言葉だ。ではまとめていこう。我らが王ギルガメッシュの戦いは、まずはテンプの効果で速度をアップさせる強をため、強が乗った状態に入って戦闘スキルを連発し敵を圧倒するというものだ。戦闘スキルで王が認めるを獲得すれば、その後の攻撃は敵の防御力を無視でき、自身以外の味方が必殺技を発動すれば王が背負うによってギルガメッシュの必殺技もパワーアップしていく。奇跡覚醒による会心ダメージアップにテンプでのセイバーとの連携攻撃も加わり、英雄王の本気を前にした相手にできるのはそう大金帰宅だけだ。初めに言った通り、英雄王の紛失物をまとめるにはその基準を理解する必要がある。彼にとってそれらが財宝たるゆえんは単に貴重だからというだけでなく、王が認め王が許し、そして背負っているからなのだ。それでは今回の番組はここまで。各地に散らばった王の財宝を探し出すにはまだまだ長く険しい道のりがありそうだ。今後も皆さんと一緒に財宝の行方を追っていくとしよう。ではまた会おう。こんな時間にメッセージなんて一体誰かな。流出した王の財宝の整理に関するお知らせ。ウルク遺失物回収協力リスト第一次点検対象一覧。どういうことだ。番組で追っていくと言ったからって本当に引き受けることになるなんて、そんな決まりはないはずだろう。サポートする、追っていくなどと言った以上は当然の結果だ。決まりというなら彼はこう言うだろう。俺が王として敷いた俺の法だとな。台本に書いてあったんだ。台本が労働契約のはずないだろう。勝手に法律を作らないでくれ。僕個人としては賛同するが、他世界の王に言葉のあやは通じなかったようだ。では頑張ってくれ。僕は帰る。